皆さんこんにちは。アリババクラウドジャパンの与謝野正弘と申します。本日はアリババクラウドのプロダクトとソリューションについて簡単に紹介したいと思います。本日のアジェンダはこのようになっております。まず最初はアリババクラウドの製品とソリューションのポートフォリオを紹介します。その後はスタートアップの人気のシナリオいくつかを紹介します。で最後はワンモーシーンでちょっとお楽しみの紹介があります。まず最初なんですけども、アリババクラウドについて簡単に紹介します。現在アリババクラウドは中国で約半分のシェアを、取っておりまして圧倒的に、強いですね。でそしてアジア太平洋地域では、実はナンバーワンで世界で3本の指に入るクラウド業者になります。このスライドの左側にあるガートナーのレポートなんですけれども、2020年においてアジア太平洋地域においてはアリババクラウドはナンバーワンっていう、ところにいってるというところですね。であとはグローバル的には AWS、マイクロソフトに続いて今グローバル的に3番目の、シェアを取っている業者さんになる、クラウド業者になっているというところですね。で左側にあるのがアリババクラウドの現在の世界中のリージョン24のリージョンと75の AZ でビジネスを展開されているということですね。であとグローバル的には2800プラスの CDN ノードを、持っていて、あとは各リージョン間のネットワークは全部フルメッシュで接続されているというような状態になっています。で続いてアリババクラウドのプロダクトのポートフォリオになるんですけれども、まずの一番下のレイヤーにあるのが、EAS の、ジャンルになるんですけれども、ここの中にあるのが、通常の通常のコンピュータリソースのイラスティックコンピュータと呼ばれるジャンルが1つ目で、2つ目は特別な計算リソース、EHPC や、GPU などたくさんの、計算リソースをここ利用されています。で3つ目はストレージのところなんですけども、オブジェクトストレージやブロックストレージなど、たくさんのものはそこで用意されています。でネットワークレイヤーにおいてはオンクラウドの、ネットワークの製品と、あとクラウド間の接続、そして、オンプレミスとネットワーク間の接続するソリューションをたくさん用意されています。あと一番右側は、あんまり知られてないんですけど、実はプライベートクラウドの、アプサラスタックっていう、ソリューションも提供されています。そこから上のレイヤー行くとパースのレイヤーではデータベースをたくさん用意されています。まずリレーションのデータベースとノン SQL はこのデータベースのパースサービスを、たくさん用意されています。でさらに右側に行くとビッグデータと AI の、サービスをここで用意していて、でさらに SaaS のレベル一番上のところに行くと、メッセージqueueなどの、ミドルウェア、あるいはビデオアンディマンドやライブストリーミングのビデオとかトラフィックのようなものを用意しています。でそして IoT プラットフォームとアプリケーションサービスをたくさん用意する。で縦串にあるのがセキュリティサービスになりまして、でクラウド上のサービスだけじゃなくて、オンプレミスのセキュリティ防御も活用することが可能になっています。でこれらのセキュリティ製品を組み合わせすることによって205プラスの産業別のソリューションと37プラスの一般向けのソリューションが用意されています。本日はスタートアップに特に人気ないくつかのソリューションをこの中からピックアップしてご紹介したいと思います。まず強調一つ説明があるんですけども、セキュリティコンプライアンスについて最後全体の紹介とさせていただきます。まずセキュリティコンプライアンスのところなんですけども、3つのレイヤーがありまして、1つはグローバル的に ISO の、認証をたくさん受けています。そして地域の認証を受けていて、最後は業界、要は例えばヘルスケアとかクレジットカードの PCI-DSS などの、認証コンプライアンスを受けているというところですね。あとはプライバシーの保護のところなんですけども、ここは一番世界で厳しいと言われる GDPR のところで、2018年の施行当初から対応しているというようなクラウド一番、早く対応しているクラウドベンダーの一つになっているというところですね。はい、続いてスタートアップ企業に向けの、人気のシナリオをいくつか紹介したいと思います。
まず1つ目、ゲームについてなんですけども、実はアリババクラウドジャパンにおいては、ゲーム業界について特に注力している業界の一つであります。で、実は去年で大人気のゲームである原神と呼ばれるゲームなんですけども、アリババクラウドの上で動かしています。でこういった大型のゲームだけじゃなくて後ほど別のセッションで紹介されるんですけども、ライトゲームもたくさんそのソリューションを使って利用することが可能になります。で本日お話しするのが、モバイルコンソール PC ゲームなどのプラットフォームの中でよく活用されているプロダクトになります。で大きく分けて3種類のジャンルに分けるかと思います。一つはゲームの本体のインフラクチャーのところと、2つ目はゲームのセキュリティ、3つ目はゲームの分析という部分になります。まずゲーム本体のインフラクチャーのところなんですけども、一番上にある VM バーチャルマシンのところなんですけども、アリババでは ECS という、バーチャルマシンのインスタンスを用意されていて、ここはAI で故障検知とあとホットマイグレーションなどのテクノロジーを用いて、そこは障害を最小限に抑えて、業界最高の SLA、シングルリージョンにおいては 99.975 でダブルの、リージョン上場化という場合だと 99.995 という業界最高の水準を成し遂げています。でこういったバーチャルマシンだけじゃなくてコンテナサービス、ここの下にあるKubernetesのところなんですけども、この Kubernetes をマネジドサービスとして使っていて、でアリババの既存のプロダクトログサービスとか監視のプロメティウスとか、あとはロードバランサーと活用する、一緒に組み合わせすることでボタン一つで非常に簡単にインフラを構成することができます。ここについては詳細後ほど別のセッションでご紹介あるかと思います。であとは右上に行くとそこのデータベースのところがあるんですけども、ここは基本的にアリババのショッピングサイトでも利用されているポーラ DP と呼ばれるものがクラウドネイティブのデータベースがあります。ここはクラウドネイティブなのでスケールアップとスケールアウトを簡単に行うことはできますので、基本的に大型のそういったたくさんの OLTP のトランザクションのサービスに対してすごい向いてます。でこの技術をゲームに向けて、ここで活用することができます。でそして、3つ目のところ、ゲームのセキュリティのところなんですけども、ここにおいてはゲームが売れていくと必ずと言っていいほど DDoS 攻撃を受けています。でそこに対してアリババはアンティ DDoS のサービスを用意されています。でここはクラウドデータセンターとは別に DDoS の処理する専用のデータセンターを用意しています。ここのデータセンターを迂回することによってテラビートクラスのアタックを防御することが可能になります。でそして最後のところ、ゲームの分析のところなんですけども、ここは中国のゲーム、特に日本に進出しているゲーム企業においては特に得意としているというところなんですね。最初は特に有名の AI 有名の IP は特に持ってなくて、で細かい運営によってゲームを成功に導いている例がたくさんあります。で右側はここはこれらのプロダクトを用いて、ゲームのインフラクチャーを組み立てるというところですね。主にパッチのところと、ゲームのログインする時のロビーシステムと、ゲームのユーザーを管理するマネジメントのところと、あとはゲーム本体というところで分かれています。でそして2つ目のシナリオなんですけども、ここはAI のスタートアップに非常に人気なシナリオになります。アリババは実際はパイププラットフォームのような、パースサービスが用意されているんですけども、今日は紹介するのがこの GPU、要は GPU のリソースを使って機械学習を加速するようなソリューションになります。で、左下にあるのが、これはスタンフォード大学のダウンベンチと呼ばれる有名なベンチマークのところなんですけども、アリババはここでたくさんの位置を獲得しています。でここ
GPU で機械学習を加速することによって何がメリットかというと、もちろん一つ目は利用する時間が短くなることによってコストの削減は一つあります。でもう一つはビジネスのサイクルを加速することができます。実際はマシンラーニングのモデルは、トライアンドエラーでいろいろビジネス使ってるかと思うんですけども、そのサイクルを短くすることによってビジネスを加速することができます。で右側はここは詳細なテクノロジーの部分になるんですけども、一番の下のレイヤーは、トレーニングと3用の GPU のリソースを用意してて、でその上に行けばコンテナの GPU、 要はGPU リソースをバーチャライズすることによって効率よく使うことが可能になります。でそしてその上にデータをローディングする時のキャッシュと一番最後の AIACC のエンジン、要はいろんなフレームワークを対応するAI の加速エンジンがあるんですけども、これら統合的にクラウドネイティブな AI スイートを用いて加速するそのマシンラーニングを加速することができます。で実際日本の有名な AI 会社と一緒に組んでここを検証していて、場合によって倍以上の加速効果が得られるというのが今非常に人気な注目を集めているソリューションの一つです。で最後は一つのツールなんですけども、ここまずビデオの方をご覧ください。でこちらは特に CG で作ってるワールドではなくて、ここは実際のリアルの環境からデジタルで生成されている 3D のモデルになります。実際は非常に簡単で専用のカメラは360のカメラを定点に置いといて、そこで撮影して、で撮影したデータをアリババクラウドのコンソールにアップロードすることによって、こういった 3D モデルは簡単に生成することができます。でこれはモデルルームのところなんですけども、今コロナの状況の中でこういったソリューションは非常に人気になっています。でもう一つのシナリオなんですけども、ここは通常の EC サイトをリストアップしている製品を見るところではなくて、ちゃんといつも通い慣れているデパートの中でこういったバーチャルのショッピングを楽しむことができるというようなものになります。で実際はこれは動画も対応することができるので、リモートの工場見学やバーチャルの旅行ということは今のご時世では結構活用できるんじゃないかなというのが一つの面白いソリューションであります。そして3つ目の話題なんですけど、ワンモーシーンというところなんですけども、ここはアリババのダーモアカデミーを紹介したいと思います。アリババダーモアカデミーというのが2017年で設立したアリババの研究所に当たるというところですね。今は4プラス X、つまり5つのジャンルにおいてたくさんの研究をしているというところですね。まず左からマシンインテリジェンス、そしてデータコンピューティング、ロボット、そしてフィンテック、あと X の方がここは最新の量子コンピューターとかそういったジャンルで研究されています。で今日詳しくお話ししたいのが、ここマシンインテリジェンスの中のビジュンインテリジェンス、要は画像とか動画を処理するという、AI のものになります。はい、こちらはアリババクラウドのビジョン AI プラットフォームというところですね。何かというと、複雑な、高機能の AI モデルを API 利用することによって簡単に画像とか動画を処理することができるというようなプラットフォームになります。実際今は14のカテゴリーで180の、ソリューションを用意されています。で右の、ちょっといくつかピックアップして、右のように、サンプルを出してます。で上から例えば EC の製品の分類や、あと EC の画像の、セグメンテーション、あるいは同じ画像を検索するようなイメージサーチと呼ばれるサービス、今実際はニトリさんの方で導入されているサービスになります。そして今コロナの中で人口密度を測る人流のヒートマップ、そして行動認識、車両の認識識別とか、そういった API も用意されています。で、下のレイヤー行くと、マスクついたままで顔認証することができてて、プライバシーの保護のぼかしも利用することができます。
であとキャラクター、を本人の顔写真からキャラクターを生成するようなソリューションもエンターテインメント業界で利用されています。で一番下の方に行くと、CTAI など、実際はこれは日本の M3 という医療会社と一緒に組んでて、アリババのこの CTAI を利用してコロナの診断に役立てるというところになります。あとこれらのAI プラットフォームのいくつかの機能を組み合わせすることによって、eKYC、要はオンラインで本人と本人の書類を確認する本人確認というサービスも実現することができます。このようにアリババクラウドはたくさんスタートアップ企業向けのツールを用意していて、ぜひご活用してください。はい、以上で私の発表を終わります。どうもありがとうございました。